僕が今まで一番遠かった世界をちょっと見てみようかなと思って。変わってきそうですよね。いや変わってもね、10年相当変わると思いますよ、やっぱり。続いては後進の育成について伺いたいと思います。斉藤さんは横に寿司俊二というのがある通り、俊二君をずっと育ててきてらっしゃって、昔からその若い子たちの育成っていうのに力を入れてらっしゃるという印象を持ってるんですけども、前はですね、本当に全部0から10まで自分でやらなきゃ気が済まなかったので。そうですか。そうなんですよ。だからどうだろう、若い子育てたっていう実感は本当ないんですよ。俊とかにしてはなんていうかな、あの子は勝手に育ってってくれたタイプですよ。やっぱり人が育たないと僕らもその仕事だったり自分の生活だったりその豊かにはならないから、だからその若手の育成とか人を育てるっていうのは永遠のテーマではあるんですが、育てるってやっぱ相当難しいことだと思うんですよ。育てるって言葉を使ってやっぱ無償の愛じゃないけど、情がないとやっぱ無理じゃないですか。そうですね。他人を育てるっていうのは最近おこがましいと思い始めて、ただ僕の持ってるものは教えますよと、あとは自分で育ってくれっていうふうに考えたら、結構楽になったというか、前はだから自分の物差しで俺がこうやったんだからお前もこうできるだろうとかっていう教え方だったんですよ。それが僕育てると思ってたから、僕がそうやられてここまで来たから、いつも同じことやればそう育ってっていうのが僕のあれだったんだけど、これは大きな間違いで、環境が違ってるわけじゃない。育ってくる環境だったり、土地柄だったり価値観だったり、そう考えるとやっぱ来た子たちに平等にするっていうのはやっぱ育てるって考えると無理が出てきちゃうんで、人それぞれ違うやり方、こいつは怒る、こいつは褒める、突き放すとかっていうのはやっぱ難しいじゃないですか。そうですね。だから僕はもうその自分の持ってるものは教えますよと、買って持ってってくれと。で育つのは多分自分自身プラス多分お客さんだと思うんですよね、きっと。なるほど。これは僕がやるとやっぱり僕のコピーになっちゃうから、やっぱりどうしても。だから育てるというよりも水サイトに来たら教えますよと。あとはやっぱその人間性っていうのもすごい重要になってくるので、やっぱ礼儀挨拶、人の目を見て話すとか、もう本当にもう基礎的なこと、こればっかりはやっぱ教えますよ。しつこく言いますよ。社会人としてはそういうことですね。あと技術の自分たちでもう噛み砕くしかないじゃないですか。だから若手の育成のっていう偉いことは多分僕は今できないですよ、やっぱりね。そうですね。その代わり自分の持ってるものは本当教えてあげますよっていうスタンスです。そういう意味では、さっきおっしゃったようにそのお客さんの前で、実際に握る、お客さんの前に立つという機会を作ったじゃないですか。そうです。だから今も旬の後にこの龍介ってやつは僕が休みの日にここでお客さん自分で呼んでやったりとか、もうだいぶお客さんついたんじゃないですかね。あとは脇板に立たしてお客さんとコミュニケーションを取らすとかっていうのはやってます。そのくらいですよ、本当に。それを多分俊二君でやり始めたのが、あれがだから4年5年ぐらい前ですかね。そうですね、6年前なのかな。その当時ってでもそういうのなかったですよね。そうですね、ましてや隣で握らすとかっていうのね。でもだからそのためにあっちのカウンター作ったのもあったですからね。握る場所を与えてあげないと、握る場所立つ場所をね。後の若手たちもだってやっぱりずっと裏方っていうわけいかないじゃないですか。僕らの修行時代ってもう本当出口のないトンネルにいるようなもんだったんで、何してんだろうみたいな。今はもうある程度さっき言ったここまで来たらこういう道があるよっていうのは明確に教えてはあげて言ってるからってことです。例えば5年頑張ってくれたら必ず板場っていう位置をあげますよと、っていうのは一応言ってあげてます。中距離のゴールっていうそう明確にしてあげるってことですね。でもただその代わり誰でも5年いればっていうわけじゃないからなと。逆に言ったら5年でここまで来ないとダメだよってことです。通常やっぱりお寿司屋さんって自分の右腕が辞めたら困るから、確かにね、やっぱり自分自身はもちろん辞めたからこそ自分の店持ってるにもかかわらず、自分のやっぱり若い子たちは辞められると困るっていうのはこれ必ずあるじゃないですか。矛盾してしまうんだよね、そこはね。難しいですね。そう、でもそれである意味独立するかもしれないっていう独立できる状態にしてあげるっていうのがすごく衝撃的で。でもそれはやっぱりでも
多分稀だと思いますよ、旬なんていうのはね。なかなかやっぱりそれこそやっぱ男ですからね、それは自分でゼロからやりたいってやつもいるわけだし、まあもちろんこれからだって旬だって分かんないですよ、それは。今うちの一応まあ独立して、うちのグループの中でいてくれてるわけですけど、ただそのなんていうか、僕はさっき言ったように向こうから辞められるっていうと本当は腹立っちゃうんでそうだからうちは7年間いたら道を選ばすみたいなとこでやってるわけですよ。ゼロからやるんだったらこういう形が、うちのグループだったらこういう形があるよと。あとはお金の問題もあるじゃないですか、独立っていう。そういう時にどうするっていう選択肢を辞めるって言われて、じゃあ辞めろってなると、せっかくいたこともゼロの関係なので、僕も本当に今まで先輩だったりなんか見て本当嫌だったので、そうそう、どっかでつながってればまあ一点にはなるわけじゃないですか。せっかくね、もう一日15時間働いて子たちが、まあそれこそ1、2年辞める子はまあちょっと話は別ですよ、それは。せっかくうちで貢献してくれた子なのに、まあ他のとこ行ってまたゼロからだとかってなっちゃうと、まあこっちも寂しいのでね、もう胸張って、まあ、サイトにいました、瞬時にいましたっていう子が、まあ、できるようにいろんな選択肢、は一応もう用意して A プラン、B プラン、C プラン。そうなんですね。それも全部この子たちに言ってあげてるし。もう伝えてあるわけですね。そう。それ素晴らしいですね。そう。ただそれをちゃんと僕が守んなくちゃいけないっていうのが今の僕の結構モチベーションでもあるんですよね。それにはだから自分も行動がしっかりして、あとはちょっと変なですけど、ビジネスも広げていかなくちゃいけないじゃないですか。さっき立つ場所っていうのを作っていってあげなくちゃいけないんで、まあだからそれが今のすごいモチベーションです。まあ今現状で言うと、LDH さんとそうですね、やられてるじゃないですか。で、あとまあ海外もあるし、そのあたりのそういうなんていうか、まあグループそうだから LDH さんは本当社名のようにラブドリームハピネスっていう、もうまさに生きていく上で誰しもが思ってることじゃないですか。でそれでヒロさんとまあ何かの機会で食事することになって、LDH さんもその飲食部があった。でヒロさんというより本物がやりたいと。で僕も人を育てたいっていう話をして、でヒロさんがじゃあ一緒にやろうって言ってできたのがつぼみっていう名前なんですよ。でそのつぼみっていうのはヒロさんがつけてくれたんだけど、まあ今はつぼみだけど花が開くような場所にしましょうと。だから人を育てるという面であそこを作って、でやっぱり LDH さんもなんだ EXILE から3代目になるいろんなのが発生して、若い子どんどん独立してるじゃないですか。トライブシステムそういうことです。ああいう会社にしたいっていうのがあったんで LDH さんともうすぐ一緒にやりたいと思いました。そうですね。今後のそのまあ計画というか、としてはどういうふうに考えてらっしゃるんですか。じゃあうちのお店ですか。まあこれはまああれなんだけど、一応ね来年まあ2年以内にまあ立ち食い寿司となんとまあロボット寿司やってみようと思って。ロボット寿司、ロボット寿司ですか。そうです。ロボット寿司というのはいわゆるその回転寿司の裏でこう、そう、それもまあだから僕今ある会社と今開発してるんですけど、そのサイトがロボット作ったらどうなるかっていうのをなるほど。まああとは例えば冷凍とか、その僕が今まで一番遠かった世界をちょっと見てみようかなと思って、見てみようかなっていうかやってみようと。そうなんですか。これはもう結構ワクワクします。面白いですね。今までは冷凍、養殖、養殖もちょっと僕は本当にやってみようと思ってるんで、そうだからちょっとなんとか触れるというか、今までと僕と対極にあった同じ寿司なんだけど、もう世界をちょっとやってみようかなと思って、やってみようかなとか今現在進行形中です。そうですか。その立ち食いとあとロボットと、まああとはそういう冷凍だから養殖。いや今本当あの人たちの技術ってすごいし、あの人たちも美味しいものを作ろうと思って冷凍技術をやってるわけですよ。今の養殖産業の人たちも美味しいものを作ろうと思って養殖業をしてるわけですよ。そうだから僕そのロボットも見に行ったし、冷凍のそのラボも見に行ったんだけど、みんなもう本当に美味しいもの作ろうと思ってやってるっていうのは僕と一緒じゃないですか、言ったら。美味しい寿司を握ろうっていうのと、ただ先入観で冷凍の養殖っていうのあるけど、僕はもう本当それが取れたので、まあこの若い子たちも多分刺激にもなると思うんでね。だっていい魚入れて仕込みして寿司を出すっていう世界に入ったんだけど、それだけじゃちょっと視野が狭くなるじゃないですか、やっぱり。
さっき言ったようにそういうことすることによって海外のそのなんだ展開もできたりとか、はい、そういうなんか内部も見えるというか、でこれやっぱコロナになってからそういうとこ見るようになったからなんですよね。今までって本当にもう鎖国状態だったんで、寿司はもうこういうもんだ、さっき言った市場行ってそう魚選んでシャリやってバシッてやるのが僕の使命と思ったんですけど、そこからちょっとなんだろうガクッと触れる、なるほど。そうなんですね。以前斉藤さんがそれこそ数年前に50になったら僕は一線から退いてEXILE のヒロさんみたいになる。そうそれが夢だったんですよ。本当現場に退いて若手をこう店作ってあげて、でそれがモチベーションだったんですけど、やっぱまた違う目標ができましたね、やっぱりね。もちろんねそれはあるんですよ。早く僕が一線を退かないと、若手がやっぱりほら出てこれないじゃないですか。やっぱりうまくこうやって世代交代してあげないと、今はだからなんだろう、引退とかも前は本当50で言ってましたよね。じゃあ引き続き握り続けることは続けると。いやもちろんだからそういうなんだかな今まで僕がやったことないビジネスやるってことは、よりここをしっかりしないとってことですやっぱり。斉藤あっち行ったかと。で寿司がまずくなったって言ったら本末転倒じゃないですか。でもここもビシッとしてそういう仕事もしたらやっぱ斉藤だと、斉藤の立ち上げしかっていうふうになりたいじゃないですかやっぱり。だからモチベーションすごい上がってますね今ね。斉藤さんはそういうことを考えてらっしゃるってことは、その寿司業界全体としてもやっぱりなんとなくそういう流れっていうのはできてくるってことなんですかね、今までのね例に。いやーどうでしょう。でもだって今現在結構なんだろう、若手いない立ち食いやらしたりとか、回転寿司作ったりするお店が多いんじゃないですか。できていますよね。斉藤というブランドがやるっていうことが意味があると思うんですよきっと。なるほど。絶対あいつみたいになるじゃないですか。だから半端なことはできないっていうのもあるし、でも多分そういう流れは絶対できると思うんですきっと。だって市場行ってる人が気づくと思うんですけど、魚はめちゃめちゃ高いし、で数が少なくなってるのみんな実感してるわけですよ。そしたらどうするかって言ったらやっぱり養殖だったり冷凍っていうのはすごい重要な位置づけになってくると思うねこれ。もう海の資源ってもう絶対先細りですから、どうやったってもう自然がもう結構破壊されてるわけじゃないですか。でもその漁師さんたちも助けてあげたいっていうのもあるんでね、そのビジネスで例えば何かやって、例えば収益を寄付するとかできるわけじゃないですか。ずっとつながってるから。だからそういうのを考えると、今のここのなんだ8隻を守ってるだけじゃっていうことですねやっぱりね。俊君とかは今までこちらの斉藤さんの方では使ってないようなもの、一般的にはね未利用魚とか言われたりしますけど、その寿司で一般的にネタじゃないものもうまくこう仕事で発信するっていう。さっきのその若い子たち今流れていくところはもうなんだろう、料理屋みたいな料理作ることができる子が多いじゃないですか。そういう素材も入れられて、僕らってそういうことがなかったから、で寿司が食べれるっていう。だから流れは多分こういうお店は多分そうなっていくと思うんですよ。いい食材で料理屋みたいなお出汁を使うとかっていう寿司屋も今ほぼじゃないですか。そう流れは多分そういくんだけど、やっぱり資源が少なくなってくるとアワビを夏場にいい時に入れて冷凍しとくとか、そうすると値段も安定してくるし、冷凍技術はすごいです今。ただその解凍する時のその技術とか機能がまだ確立されてないんで、そこがやっぱり冷凍たりゆえんなんですよ。どうしてもドリップが出てしまうとか。でも物によっては冷凍前とほぼ変わらない食感ができるっていうのが出てきてるんですね今。そうですね。肉にしてもね、こう冷凍でも例えばジビエとかね、季節外で使ったりすることもありますけど、調理法によっては正直わからない。わかんないと思います。レベルまで来てますよね。だからいろいろ多分転換期なんじゃないでしょうかねやっぱりね。魚に限らず肉も高いし今。野菜もそうだし、難しいですけどね。でも誰かが何かやんないとね、せっかくこんだけいい食材がある日本なのにね今ね。そういう意味では海外でねもちろんやってほしいっていう引き合いいろんなとこあると思うんですけども、そこの可能性でいうとやっぱりその日本近海で取れた魚を冷凍したり、いろんな養殖もクオリティを担保するんだったらそっちに絶対いいと思います。なるほど。それを海外に持っていく。そうですね。養殖もどうなんですか。養殖って僕あんまり正直
いやいや、養殖難しいなと思ってます、そう全部を養殖ってのは無理だと思うんですけども、今物によっては本当に餌にみんな気遣い始めたんで、限りなく天然に近い環境で育てながら餌をこうやって豊富にあげるっていうやり方にどんどん なってきてるので、まあ多分だから養殖は面白いと思います。ものによっては天然より美味しいものが絶対あると思います。うんうんうん。そうそうそう。いや、そういう意味ではだいぶね変わってきそうですよね。いや変わってくるもんね。10年。そうですね。まあ10年とか、まあ、相当変わると思いますよ。コメントなどいただけると嬉しいです。そして気に入っていただけたようでしたら高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。